ちらの方からは、応用編ということで 3D モデル応用を始めていきたいと思います。先ほどのセッションにいらしてなくて、このセッションから何人の方が新しく入られたのかちょっと私の方で分かりかねるんですけれども、応用編ということでお話を進めます。Is there anyone here who has specifically used Google SketchUp? この中で Google SketchUp を使われたことがある方どれぐらいいらっしゃいますか？ Okay, great. So for those of you who have not used SketchUp, just so you know how to find it, you can do a Google search. もしかしてこの中でスケッチアップを使われたことがない方もいらっしゃいますので、どういうふうにこのスケッチアップを探せばいいのかということを簡単にご説明しますね。まず Google でスケッチアップを検索してください。And it is free. 無償です。So I already have it installed, so I'm just going to open it up. 私の方にはすでにインストールしておりますので、単純にこれを開くということでオープンするだけにしておきます。And from here, you can choose a template. I'm just going to take the simple one. ここからテンプレートを選んでいただくことが可能です。この場合にはシンプルなものだけ、シンプルなものを選んでいきたいと思います。And this is going to be reviewed for many of you who already know SketchUp, but I want to go over the basics for everyone who hasn't used it. これまでスケッチアップを使ったことがある方であれば、ちょっとこれはおさらいという形になるかもしれません。ただですね、やはりここでもう一回基本をお話ししておくことが、皆さんにとって大事だと思いますので、使われたことがない方もいらっしゃるということで、もう一回基本をおさらいしていきたいと思います。So this is a component of the SketchUp engineer Susan. こちらですけれども、コンポーネントの一つとなります。スケッチアップエンジニアのスーザンという意味です。And Susan is a scale reference. このスーザンをあえて置いている理由は、どれぐらいの大きさなのかというそのスケール感をですね、皆さんに感じ取っていただきたいからです。And this has been a tradition for SketchUp ever since the very, I guess, first one, and we used price. でこちらですね、こちらも本当にスケッチアップ最初から、これが言ってみれば伝統というふうになっておりまして、プライスを使っております。So to start, I'm going to just draw a simple rectangle. ではですね、初めからいきたいと思いますけれども、シンプルな四角形を The nice thing about SketchUp is that when you draw a complete face, it fills it in for you. スケッチアップで非常に使い勝手がいいのは、皆さんがこのような形で描きますと、この面についてですね、完全に埋めてくれるんですね。It's also very easy to navigate with the orbit and pan tools. それからオービット、そしてパンというツールを使うことによりまして、非常にナビゲーションもしやすくなっております。And the other great system it has is the axis system. それからもう一つ非常に優れたシステムとして、いわゆる軸システム、アクセス軸システムが存在しています。So the axes have this inferencing system that allows you to snap your modeling tools and other geometry very easily. このアクセス、軸ですけれども、この軸を使うことによりまして、実はシステムの中で推測をしてくれるんですね、予測を立ててくれるんです。この予測を立ててくれることによりまして、このモデリングツール、あるいはさまざまなツールをですね、紐付けしてくれます、スナップしてくれます。So this helps you model in 90-degree angles, which is really great. Otherwise, you might accidentally model something less than what you expect. こちらを見ていただきますと、これ非常に使えるということが分かっていただけるかと思います。これを使うことによって、しっかりと直角90度にモデルを作っていくことができるんですね。そうしませんと、例えばたまたま自分が意図した角度よりも少ない角度になってしまうということもあるかと思います。So I am going to use the most famous SketchUp tool, which is Push Tool. ではですね、スケッチアップツールの中でも、最もよく使われているツールから見ていきましょう。それがプッシュとプルです。And this tool is great because you can click on a face and extrude it, and it creates a 3D form. これがすごいのは、まず、面、フェイス部分をクリックします。そしてそれを、自分で引っ張ることによっ
をですね、3D 化してくれるんですね。So you can take a face and delete it to see that it is complete. そしてまたフェイスを選んで、そしてそれを削除することもできます。そうすることで、果たして中がちゃんと全て埋まっているかどうかということが確認できます。You can also redraw a line to close the face. あるいはですね、このフェイス部分をもう一回クローズするためにラインを再度描くことも可能です。And erasing unnecessary geometry still keeps the face intact. そして、必要なジオメトリーというのを、消すこともできるんですね。自分がもともと作ろうと思っていたフェイスそのものでは、その触らないで、つまりそのままの状態にして、必要ないところについては、削除していくことが可能です。You can also use the push-pull to subtract geometry. それから先ほどのプッシュプルを使いまして、今度はジオメトリーを減らしていくことも可能です。And you can also use it on other types of geometry like circles. それから例えば円といったような他のジオメトリーでプッシュプルを使っていただくことももちろんできます。Or custom shapes as well. あるいはご自分でシェイプを作る形状をカスタム化して作っていくということも可能です。So those are the basics. これが基本になります。And now I'm going to explain more specifically about geomodeling in SketchUp. ではですね、これから先はこのスケッチアップの中でジオモデリングということについて説明をしていきます。So new with SketchUp 8, 新しいスケッチアップ8ですが、we added more geomodeling tools such as add location. このジオモデルのツールの中に、もっともっとですね、さまざまな機能というのを増やしました。例えば、その一つがアドロケーションと呼ばれるものです。Add location brings up a web browser where you can put in an address and search for it. このアットロケーション、ロケーション追加ということになりますけれども、このアットロケーションをクリックしますと、そこでウェブブラウザーが立ち上がってきます。このウェブブラウザーの中に住所を入力することができます。So I just put in Boulder, Colorado, where I live. 私自身の住んでいるところ、コロラド州のボルダーを入れました。And I'm just going to pick a building that I want to model. そして、今自分がモデル化したいと思っているビル、建物を選びます。And then I'm going to adjust this box to surround the building. そしてこちらの方のボックス、これを少し、大きさを調整します。調整することで今自分がモデル化したいと思っているビルがちゃんと入るようにしていきます。I'm then going to select grab. 次はグラブ、つかむですね。グラブを選びます。And that will import the Google Earth terrain and imagery. そうしますと、今度は Google Earth のテレイン、つまり地形をこの画像の中へとインポートしてくれます。There's a button to toggle the terrain on and off. このテレイン、地形ですけれども、これをオンにしたりオフにしたりするトグルをしてくれるボタンがあります。So in this example, you cannot see it very well, but I will show you an example where you can. ちょっと今お見せしています事例ですと少しそれが分かりづらいかと思いますが、また後でですね、こちらのもうちょっとよく分かるようなところを選んで皆さんにお見せしていきます。So we have very tall mountains in Colorado, so I'm going to select a region of mountains. コロラドには非常に高い山がありますので、こちらちょうど山が入っている地域のregionを選びます。そうでないものが実はありますので、このあたりはちょっと詳細をドキュメントでチェックしていただきながら。So this is my original piece that I chose, and the new piece will be the exact correct distance away from the first piece. こちらの方がですね、私が選んだ元々のものということになります。元々のピースということになります。そして、今度は新しいものなんですけれども、最初に選んだものとしっかりとちゃんとした距離を保っていることができます。And now you can see with the toggle terrain, it
completely flat with just imagery and then also with the terrain. こちら見ていただきますと、これで、テレインのトグルというのを行っておりますので、この画像上では完璧に、フラットな状態で見えます。テレインを持ってフラットな状態で見えます。The reason why this is helpful is because you might want to build a building that is on the terrain, so you want it to sit properly. これはなぜ皆さんにとって使えるかと言いますと、例えば、この地形上に何らかのビルというのを建てたいというふうに思っている場合には、ちゃんとですね、その地形の上にビルが乗っているということ、これを確実にしていかなきゃいけないわけですよね。ですので、そういうことで非常に使える物理となっています。So this is a exaggerated house in the mountains. ちょっとですね、山の上に建てるには少し大きすぎるかもしれませんけれども、ちょっと皆さんに誇張して、お見せするために作ってみました。But you get the idea of how you want to submerge the building within the terrain. 皆さんにですね、この地形上でビルを建てるにはどれぐらいこの下に、収めればいいのかということがこれに分かるかと思います。So now I'm going to create a real model. では次に本物のモデルを作っていきます。And here, first, I'm going to realign my axes to match the Google Earth imagery. まず最初にですね、こちら軸を Google Earth の画像と合わせるために少し調整をしていきます。So I'm just using the axes to trace the outline of the building. こちら、軸を使いまして、ちょうどこのビルの外角をトレースしていきます。And the reason why this is helpful is because of the inferencing system. I can draw a box that is completely aligned. なぜこれが使えるかと言いますと、例えば先ほどお話ししたように、この Google の中には推測をするというそういう機能が働きます。その推測をしてもらえることによって完全にこの場に合ったこの場に調和されている、ちゃんと調整されているボックスを描くことができるようになります。Otherwise, if the axes weren't aligned, then it would be very difficult to draw a rectangle. そうでないと、つまりこの軸がですね、ちゃんと調整されて軸合わせがされていませんと、四角を描くことでさえもすごく大変になってしまうんですね。So going back to correct axes, では、正しい軸に戻したいと思います。I will draw the rectangle again. もう一度四角形を描いてみます。And you can always adjust it after you draw a rectangle. もちろんですね、この四角を描いた後に常に調整を加えることは可能です。You can move individual lines. 個々のラインを動かすこともできます。And you can also rotate the entire piece. そして今自分が作業しているこのピースをですね、回転させることも可能です。So because I'm just modeling part of this building that I'm looking at it from the sky down, I want to model part of it and then get an idea of what it looks like from the outside. 今こちらの方の建物なんですけれども、言ってみれば、空から真下を見て、描いている、空から真下を見た状態でビルの一部を今作っているという状態ですので、今度はですね、外側から見てどういうふうに見えるのかというところで、またビルの一部をモデル化してみたいと思います。So I'm just going to estimate a height of, I don't know, 3 meters. ちょっとですね、高さだいたい3メートルぐらいですかね、ちょっと予測を立てて3メートルぐらいにしてみたいと思います。When you're drawing any geometry, you can automatically type in a value in the distance box. どんなジオメトリーでもですね、このディスタンスというボックスに皆さん数字を入力することができるんですね。So that way you'll have accurate geometry. そうすること
で、ジオメトリーを正確に描いていくことが可能です。So I want to see what this building looks like, so I can start modeling the rest of the geometry and adding textures. ということで、こちらの方のビルですけれども、もう少し、本物に近い形にしていきたいというふうに思いますので、これ以外のところもモデル化していきたいと思います。そして最終的にはこれにテクスチャーをつけていきます。I'm going to right click and select add photo texture. 右クリックをしまして、今度はフォトテクスチャーを追加するアッドフォトテクスチャーを選びます。This feature brings up Google Street View. そうしますと、今度は Google のストリートビューが立ち上がってきます。And so you can navigate around this to find the building that you are modeling. そうするとこちらの方でナビゲートをして、自分が今モデリングをしている建物というのを見つけていきます。So in this case, this is the building that I have modeled. こちらの方の事例ではまさにこのビルを今モデルを作っております。And so I just want to find a good angle for the building to take a texture from. ということで、テクスチャーを持ってくるにあたってですね、少しいい角度を見つけます。Even though there's trees and lampposts in the image, you can always remove those later. 例えばこちらの方に、例えば木とかですね、あるいは、ランプポストというのが、街灯ですね、が立っておりますけれども、これはもちろん後で消すことは可能です。So similar to selecting the Google Earth terrain and imagery, I'm going to select the street view to take a texture. 先ほど画像の中で Google Earth の地形ラインというのを選択したのと同様に、今度はテクスチャーを取り込むためにストリートビューからも選んでいきます。I can also tell already by looking at the street view image that I think my initial building height might be too small. So I can always go back and correct that. これを見た感じで、このストリートビューを見た感じで、自分が最初に作った高さだと少し小さいなということがもうすでに分かります。ということで、もちろんそれもですね、もう一度中に入っていって修正をかけることができます。So I'm going to select the entire height of the building that I want it to be, and then I will adjust the geometry when I go back into SketchUp. で、実際にはこの建物の高さというのを、全体の高さというのを選びますことで、今度はジオメトリー、スケッチアップのジオメトリーに戻りまして、そちらの方の調整を加えます。So I select graph, and it will automatically paste it onto the building. 先ほどと同様にグラフ使うんですね。グラフを選びます。そして、こちらの方の建物にペーストしていきます。I can tell that my building image looks a little squished, so I'm going to increase the height a little. こちら自分が作ったモデルの方ですけれども、少しですね、私のビル、ペシャンとこう、ペシャンという形で見えますので、もう少し高さを上げていきますね。So I added about 2 meters as an estimate. 大体おおよそということで、さらに2メートル追加しました。And now I'm going to stretch the image to fit the face. で、今度はこの画像の方を少しストレッチしまして、このフェイスに合うような格好にしていきます。I right click and then I'm going to go down to texture and position. 右クリックを押しまして、テクスチャーを選びます。そしてポジションを選んでいきます。And from here, it brings up something similar to the street view selection where you have pins that you need to drag to the corners of the image. ちょうどストリートビューで皆さんが画像の四隅ですね、コーナー部分にドラッグをして持ってくるピンがあるんですけれども、それと非常に似たようなものが立ち上がってきます。So I'm just going to drag these to the top of the image and then stretch them. ちょうどこちらをですね、画像の上の方にドラッグしてきまして、そしてストレッチをします。And so now I have
one completed side more or less. そうすると、片側ですね、一つの側面に関しては、おおよそ完成したというような状況になります。I'm just quickly going to do the same exact thing on the other side of the building. そして今度は建物の反対側でも同じことを行います。So this is the other side. これがそちらですね、逆側になります。And depending on where you are located, the quality of the street view imagery might change. ストリートビューがどれぐらいの品質というか画像、画質を持っているかということによりまして、少しこの辺は変わってくるかもしれません。So I'm just going to select this part. こちらの部分を選んでいきます。And again, you can always edit the textures later if you wish. そしてもちろんですね、テクスチャーまた後で編集をかけることは常に可能です。You can also see here in the street view imagery that it's actually an exaggerated parapet. こちらストリートビューの中で見ていただきますと、少しですね、エグザジレーションした誇張したペアマットというのが見えます。So you can add that feature in your model in SketchUp. ということで、スケッチアップのモデルの中にですね、それをフィーチャリングして追加することができます。So I'm going to add that real quick. 簡単にちょっとそれをですね、お見せしますね。By using the offset tool. オフセットというツールを使います。And the offset tool will essentially give you a equidistant perimeter or is that easy enough to explain? オフセットツールなんですけれども、これですね、単純な形で、ちょうどその境界部分ですね、境界部分からどれだけ、距離を保つか、どれだけ距離をつけるのかということで、それぞれの境界から同じだけの距離を取ります。And I'm just going to edit it slightly to, since it's not completely all the way around the building. これ完全にこのビルの周りを回しているわけではありませんので、少しだけここでエディットをします。And now I can pull this down to about the same thing. だいたい同じぐらいの高さになるまで少しこれを下げます。So now if you look at the street view imagery, ストリートビューの画像をもう一回ご覧ください。you can see that the geometry is now similar to the street view. 今作ったジオメトリーですけれども、ストリートビューと似ているという感じになりました。You can also draw on the faces to add these other details. そしてさらにですね、他にもいくつかディテールがありますので、こちらのディテールをこのページ上に描いていくこともできます。But you'll have to retexture or reposition the texture for each edition. ただ、それを直すたびにですね、もう一回テクスチャーを付け直すという作業が発生します。So I'm just using the texture that I have, but if you wanted to make it better, you would have to spend a little more time. ということで、今ちょっと時間がありませんので、ここにありますテクスチャーをそのまま使っていきますけれども、皆さん通常であればもう少しここには時間を割いてテクスチャーをですね、ちゃんとした形に合わせる必要があるかと思います。Another thing that I'm going to do for texturing is I'm going to use the Google Earth imagery to texture the roof. それからもう一つ、今度テクスチャーをつけるにあたっては、ラグのテクスチャーをつけたいと思いますので、それには Google Earth の画像から持っていきたいと思います。Using the bucket tool, you can sample the Google Earth imagery. このバケットツールというのを使いまして、Google Earth の画像をサンプルしていくことができます。And it will add it to your texture collection. そしてさらにそれが皆さんがご自分で持っていますテクスチャーコレクションの中に追加されます。And now you can just paint it on your geometry.
そして、自分が作った10名のリードそれをテイクとしていくわけです。So we only have a few minutes left, and I want to make sure that I answer any questions that you have. ということで、あと本当に残り数分になってしまったんですけれども、皆さんがもしもご質問があれば、ご質問にお答えしたいと思います。And I also want to make sure that you know of the Your World in 3D site. それからですね、もう一つ、Your World 3D サイトということで、こちらの方もご紹介したいと思います。Because this actually has more instructions on how to create models, a step-by-step guide. こちらは言ってみればステップ単位でのガイドになっております。皆さんがモデルを作るにあたって、いろんなインストラクションをこちらの方に貼っておりますので、ぜひこちらもご活用ください。It also links to the different products that we have. それから私どもの方から提供しております他の製品とのリンクもされております。And also how to get involved with other modelers around the world. それから世界各国に存在しておりますさまざまなモデラーとのつながりをこちらの方のサイトから実際につながることもできます。And one quick thing that I want to show is how you can view your model in Google Earth with this button. それからですね、こちらのボタンを使いまして、実際には Google Earth の中で皆さんのモデルを見ることもできます。So even though it's not yet complete, you can see that the model will show up with the rest of the models. ということで、まだこれ完成ではありませんけれども、今私が作りましたモデルが、他のモデルとともにこのような形で表示されております。Any questions? はい、ということでご質問があればご質問とりますか。大変いいソフトでびっくりしました。複雑な建物の場合に他のソフトで、いろいろあるんですけども、それを使って作ったのをこちらのファイル形式に変換するということはできるんでしょうか。Thank you very much. I think the software itself is really, really good. So I'm really pleased and amazed to see how good this is. But let's say we have some other off-the-shelf or other software tools to create models with complicated shape or complicated geometries. Can we actually convert those objects and models into this one? Yes, SketchUp Pro has more conversion options, but you can import Collada files. And Collada is a .bae file type. スケッチアッププロの方がですね、おそらく変換のオプションとしてはより多くの変換オプションを持っていると思うんですけれども、でも例えば.dae ファイル、カラッタファイルを使うことができます。But in the Pro version, you can import 3D Studio Max, digital elevation models. それ以外、例えばさっきお話ししたスケッチアッププロの方に行きますと、3D スタジオ、MAX、それからデブといったようなものをインポートしていくことができます。And you can also export a variety of file types as well. そしてさらにはさまざまなファイルタイプをエクスポートすることもできます。And I think we are out of time, but if anybody's interested in finding out more, you can please come up to me. I can give you my business card, and you can have my email address, and we can talk later. We also have a session, it's not the next session, but the one after that, where Yasuhiro Ishii will be talking about the Japanese 3D community. So if you want to get involved with other Japanese modelers, please come to that session. すいません、ちょっと時間がありませんので、また皆さんの方でご質問があればですね、後で私の方に聞いていただければ名刺をお渡ししますので、Eメールでまた質問していただきたいと思います。それからこの直後の
のセッションじゃないんですけれども、その次のセッションですね、18時から始まるセッション G1 の4というセッションですが、こちらの方で石井先生が今度は日本の 3D モデルのコミュニティについてお話をされます。ですので、皆さんの中で日本の 3D モデラーの方たちと知り合いになりたいとか、あるいはちょっと関わってみたいなという方がいらっしゃったら、ぜひそちらの方のセッションにもご参加ください。ありがとうございました。ご清聴